は四国メタンです。今日は東京在住の鳥迫が藤枝まで行ってきたのだ。焼津駅周辺を散策しているから最後まで見てね。ということで品川駅から静岡駅に向かっていくのだ。今回は9時半発のこだま号で向かうのね。静岡駅までは70分くらいで到着するのだ。今回はどんな日程になるのかしら。静岡で乗り換えて焼津に下車するのだ。そこで観光していくのね。でも今日は雨が降ったり止んだりの予報だから、焼津駅周辺を散策して夕方に藤枝入りするのだ。焼津駅に着いたのだ。30度は超えていないけど蒸し暑いわね。でもどうして焼津に行こうとしたの？本当は駅からレンタルサイクルを借りて石津浜公園や藤枝前 FC サッカー場に行きたかったのだ。でも天気が不安定だから今回は断念したのね。それでも駅周辺には海鮮料理や温泉施設もあって観光地として楽しめる場所なのだ。それじゃずんだもんにお任せしましょう。最初の訪問地は焼津漁業資料館なのだ。駅から東に10分歩いたところにあるのね。入場料は300円なんだけど、スマホから割引券を見せると100円引きになるのだ。こうしたやりくりも観光の醍醐味ね。ここでは焼津の漁業の歴史や展示品に触れられるのだ。静岡は国内有数の遠洋漁業として知られているわね。焼津は江戸時代からカツオ漁が盛んで、近代化を通して漁船がアップグレードして遠洋漁業をするようになったのだ。館内では古文書もあって徳川初期から他領の漁民との争い、幕政時代の漁業制度などがあるわ。今も昔も漁業資源をめぐる争いは絶えないのだ。ちなみに館内はスペースが狭いから30分もあれば十分よ。でも外は大雨だったからじっくりしっかりと見れたのだ。雨が弱くなってきたので資料館近くの海鮮料理店に行くのだ。地魚亭というお店で Google マップで1000以上の評価がついているの。これは信用できそうなのだ。早速お店の中に入ったんだけど、みんな同じ寿司を頼んでいたわ。僕たちも地魚握りを頼むのだ。色とりどりのネタで19貫もお寿司があるのね。見てるだけでも美味しそうなのだ。ネタの一つ一つの味がしっかりして輝きないのだ。雨が降っていたのもあってすぐには入れたのも良かったわね。昼食を食べ終えたら船玉浦神社に行くのだ。資料館を起点にすると10分くらい歩くわね。縦看板があるんだけど創立年は不明なのだ。和歌山県の音無川上流にある船玉神社から分祀されているのね。海に近いだけあって海を司る神様が祀られているのだ。ここでは夏季例祭に木製の小舟を作って海に収め大漁祈願、海上安全を祈るの。神社自体はこじんまりしているけど地域に深く根ざした神社なのだ。最後の訪問地は駅近温泉黒潮なのだ。駅から橋を渡って数分の場所にあるのね。23時間営業でビュッフェや仮眠もできるのだ。午前の9時から10時の1時間はお休みなのね。利用次第では一夜を過ごせるのだ。それで肝心の温泉なんだけど、地下 1500m、約1900万年前の地層から温泉を汲み上げているの。海に近いからとてもしょっぱい温泉なのだ。サウナもあるから整えられるわね。館内は Wi-Fi やコンセントもあるからとても充実した温泉施設なのだ。充電も済ませたし、そろそろ藤枝駅に向かいましょうか。藤枝駅に着いたのだ。焼津から西に15分で着くのね。駅に着いてそのままスタジアム行きのバスに乗り込むのだ。今年から藤枝のスタジアムシャトルバスが片道500円になったのよ。去年までは無料だったけど人手不足もあるからしょうがないのだ。
雨が降ったり止んだりで大変だったわ。今は16時で開門したばかりだからスタブルを物色していくのだ。キューバサンドに目がついたので食べるのだ。キューバサンドはローストポーク、ハム、チーズ、ピクルス、マスタードなどを挟み、バターで両面をプレスして焼き上げるホットサンドなの。ズンダモンの料理動画でも紹介された食べ物なのだ。バターがじゅわっと、チーズの濃厚さ、がっちりしたローストポークと美味しかったのだ。キューバサンドを食べ終えたら大雨が来たのだ。予報では17時までには雨雲が抜けるみたいね。雨をしのげる場所を確保して時間を潰していたらイベントをしていたのだ。静岡で活動しているダンスユニットの T ホビーのイベントなの。大雨で身動きが取れなかったので10分くらいいたのだ。雨が止んだのでスタジアムに入場するのだ。自由席は芝生席だから足を取られる場所があるのだ。地元サポーターも裸足になった方が楽っていうぐらいだからね。選手たちが練習に来たのだ。専用スタジアムだから表情もしっかり見えるわね。選手の声かけやキックする音がしっかり聞こえるのだ。それで今回の注目選手は誰になるかしら。今日はブレイソン選手に注目するのだ。前節の岩田戦では横から後ろからのボールをうまくさばいていたわね。浦和に復帰した藤原選手との相性も良かったのだ。大分は怪我人や他クラブへ復帰したりやりくりが大変ね。それではこの試合も最後まで守るのだ。引き分けてしまったのだ。竹中監督下で初ゴールが見れたけど、藤枝のゴールもうまかったわね。大分の選手に関しては岡本選手が初起用で90分出場していたのだ。うまく試合に入れたわね。ただ試合に関しては歯がゆさがあったのだ。失点前ももう少し体を寄せていればと思うこともあるわね。今の大分は監督が変わってから選手の子が生きているから、山口と愛媛の連戦で勝てるかがポイントになるわね。それじゃスタジアムを後にするのだ。ということで新幹線で東京に帰るのだ。お土産は静岡駅の中にある売店で買ったのね。おいこ茶、鯛めし結びの素を買ったのだ。それで次回のアウェーはどこに行くの？次回は10月5日の秋田のアウェーに行くのだ。10月の秋田は肌寒くなってると思うわ。個人的には秋田と最終節のアウェー水戸と残り2試合を残しているのだ。そろそろリーグも終わりに差し掛かってきたわね。その頃には良い報告ができてると良いのだ。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうなのだ。